森永対談は歴史を背にしてくれました。JAL 事故隠蔽に始まり、米国従属増税財務省官僚所属と、同様に石原知事が米中従属を嫌い、自立を打った1週間でアメリカが作った最高にまだ本みたいに守りきるとか言っている偉い人は、英語や歴史学習が嫌いなのかなと思いましたが、ひろきさんの率直なご意見いただける幸いです。私の怒りはなんか JAL123 便で多く信頼なくしており、ただ信じてあげる人だけです。いや、昔から結構言われたんですよね。JAL123 便がなぜ落ちてしまったのかっていうので、アメリカの飛行機とぶつかってしまって、で、それがバレてしまうと、日本の国民の中で反アメリカの世論が大きくなってしまうので、結果としてなんだかわかんないけど落ちたよねということにしなければならないということになったという説があって、で、今のところどちらも証拠はないんですよ。なぜならアメリカが関わったという証拠は全てなくしてしまったので。なので、その当時であればあったかもしれないですよね。その当時生き残ったと言われてた人のなぜか人数が減ってるんですよね。一番最初に一報ではね、確かね、4人ぐらい生き残ってたっていうニュースが出てたんですけど、なぜかね、最終的にね、生き残った人一人だけなんですよ。で、その一人の人も、周りの状況はあんまり見てませんでしたっていう人だけが生き残ったっていう。もちろんそれは誤報とかね、たまたま起きたという話かもしれないですけど、ただやっぱりその飛行機っていきなり墜落しないものなんですよ。じゃあ、燃料がなくなりました。したら別に滑空できるんですよ。一応、羽が折れたっていうことになってるんですけど、いきなり羽折れないんですよ、普通。なんで羽折れたのじゃあっていうのが、実は答えないんですよね。なので、じゃあなんで折れたのっていうので、で、その後に自衛隊が入る前にアメリカ軍がもともといたっていう証言をしている人がちょこちょこいるんですよ。アメリカ軍の何らかのものとぶつかって、その結果その破片というのが落ちていて、それが回収するまで自衛隊とかの救援というのが入れなかったという説もあったりするので、仮にじゃあそれがないのであれば、折れた羽というのが出てきて、その後にじゃあなぜ折れたのか、それはじゃあ金属疲労で折れたのかとか、事故で折れたのかっていう、飛行機ってヒヤリハットの報告みたいなのがあって、ちょっと委員会の名前忘れたんですけど、何らかの事故が起きた時に、その事故がなぜ起きたのかというのを証拠をすべて集めて調べるっていう期間があるんですよ。滑走路でぶつかった時とかも、なんでじゃあ滑走路ぶつかったの、そもそも一個一個しかいけないよねみたいなので、ものすごく細かく調べて、同じようなことが起きないようにするという期間があるんですけど、じゃあいきなり飛んでて尾翼が折れましたってなったら、じゃあなんで折れたの、それは金属疲労なの、金属疲労だとしたら、なんでその整備の時に分からなかったのとか、じゃあそれは構造的な問題だったら、それは設計にちゃんと反映しなきゃいけないよねっていう調査をすべきはずなんですけど、僕が知る限り、その調査してないんですよね。あれなんでっていう、折れたのって垂直尾翼だっけ、垂直尾翼って言ってもジャンボジェットについてるやつだから多分ね、数十メートルあると思うんですけど、その数十メートルの垂直尾翼がなくなりましたっていう、いや、なくなるわけないじゃんっていう。遠くの方に飛んでしまったとかだとしても、やっぱり何十年も経って、やっぱあんなでかい金属がその当時見つからなかったけど、ここにあったよねみたいなパターンはあるんですよ。でも、未だに見つかってないんですよ。消えるかそんなでかいものがっていうね。不思議ですよね。そんなわけで世の中わからないこと、不思議なことがいっぱいあるということでね、僕の考えがこうね、なんとかの考え、休むに至るみたいなから完全に間違えてる可能性もあるので、皆さんご自身でいろいろ調べていただければいいんじゃないかなと思うんですけども、はい。日航機墜落事故の遺族らが情報開示を求めて JAL を提訴したときました。そうなんだ。もうだって10年以上経ってない？てか20年以上経ってるか。墜落直後の政府の対応の遅れや事故調査委員会の報告が納得のいくものではなかったという声があります。また事故をめぐっては政府による組織的な隠蔽があったのでオカルトメイトはものまであるようですが、ひろゆきさんのお考えですか？日航機の JL123 便っていうのが突然落ちたんですけど、落ちましたっていう時に、じゃあみんなで助けに行こうってなるはずなんですけど、落ちて24時間ぐらい事故現場に誰も入っちゃいけないって言って封鎖されたんですよね。で、普通だったら事故現場にいかに早く行って人を助けるかなんですけど、なぜか事故現場に入っちゃいけないってことになって、その後にその現場に入ったら、なんかね、見知らぬ尾翼があったのと、そもそもあるはずの尾翼がなくなってたんですよね。で、その見知らぬ尾翼はどうやらアメリカ軍の飛行機に使われている尾翼らしい尾翼の一部だったんですけど、なぜかなんか1日2日経ったらその部品がなくなっちゃってたんですよ。で、じゃあ、事故調査しようっていうので飛行機が墜落して、でも部品っていうのは必ずその近くにあるはずで、いくら探しても JAL123 便の尾翼の一部が見つからないんですよ。
普通空中で分解したにしても同じような場所に落ちるはずだよねっていうのなんだけど、明らかに見つからないんですよ。で、結果としてあれはなぜ尾翼の一部はなくなってしまったんだろうっていうのと、そもそもその JAL123 便についてなかった部品が最初に落ちたのはなぜなんだろうっていうので、墜落する原因っていうのも、なんだっけ、ブラックレコーダーじゃなくて、なんとかレコーダーっていう、すげえ硬い丈夫な箱に入っていて、墜落した後でもフライトレコーダー、高度だったり速度だったりとか、パイロットの会話だったりっていうのを記録してる機械があるんですよ。で、それを聞いてる限り、落ちた原因がよくわかんないんですよね。突然コントロール不能になるんですよ。普通じゃエンジン片方止まりましたとかだったら、エンジン片方止まりましたとか、尾翼が動きませんとか、何か症状があって、そのためにコントロール不能っていうので、ちょっとずつ原因が出るんですけど、突然その操作不能になって、そのまま一気に落ちるっていう状態だったんですよね。で、こっから陰謀論なんですけど、今まで言ったのは事実として出てる限りの情報で、こっから陰謀論なんですけど、そのフライト JL123 便が飛んでるフライトのライン上に米軍の飛行機なりミサイルなりが飛んで、それに JAL123 便が当たったのではないかっていう説があるんですよね。で、その123便の尾翼に当たって、その結果尾翼が取れて墜落をすることになりましたと。で、墜落した時に、そこには米軍の何らかしらの部品が落ちてると、米軍がバッシングされてしまうので、なので24時間封鎖して、米軍だと自衛隊の一部だけを先に入れて、後でメディアとかに見られたらまずい部品を取り去った。で、その後に、じゃあみんなで助けに行こうってなったっていう陰謀論があるんですよ。これ事実かどうかわかんないですよ。で、ただ、取り去るべきだった部品が取り去ってなかったのと、あと、米軍の部品だとして持ってっちゃった一部の中に JAL123 便の尾翼の一部があったので、結果として JAL123 便の部品を集めてみたら、部品で足りない部品が出てくるっていう、そういう状況だったんじゃないかなという陰謀論があるんですけど、実際どうなのかどうかっていうのは僕は知りません。はい。先日 JAL 機がエンジントラブルで沖縄の空港に引き返したというニュースがありました。個人的には123便の頃からどれぐらい機体の性能があり、どのくらい安全性が上がったか具体的に説明する責務が航空会社にあると思いますが、ご感想を拝聴できると幸いです。別にエンジン1個なくても全然飛べるんで問題ないと思いますよ。機体にこんだけ問題が連続しないと事故につながらないようと視覚的に説明してほしいです。口頭でその音声で説明することは可能なんですけど、視覚的に説明しようとすると、エンジンが2個あるうちのこっちが落ちてもこっちで飛べるよねって話で、エンジン2個なくなったとしても着陸することは不可能ではなくて、ハドソン川の奇跡って呼ばれてるニューヨークの飛行機のパイロットがエンジン2個行かれちゃったっていうのがあるんですよ。飛んでる最中に。で、自分の目的地の飛行機にはもうエンジン2個とも壊れてるからたどり着けないと。なので、引き返してニューヨークのハドソン川に着水するんですよ。で、こいつすげえってなったんだけど、その後パイロット実はアル中とかも分かって吸ったもんだったんだけど、とはいえエンジン2個ぶっ壊れても着水できるぐらいのパイロットは技術が持ってたりします。あと日本の航空機事故のやつでエンジン2個ぶっ壊れて、あれブレーキも壊れたんだっけな。エンジンが壊れたから逆噴射ができなくて、エンジン2個壊れて着陸するときに普通はエンジン逆噴射して止まるんだけど、逆噴射できないので普通こう滑走路に向かってこう来るじゃないですか。で、飛行機がこうした後真横向いたんですよ。で、真横向いて真横でガガガガガガって滑って奥の建物にぶつからないで着陸したっていうパイロットがいて、で、そのパイロットがなんでできたかっていうと、グライダーのもともと趣味でやってるパイロットで、グライダーって止まるときにスキーとかスケートって横に向いてザザザッと止まるじゃないですか。あれを割とグライダーやるんですよね。っていうのを旅客機でドリフトしたっていうので止まったっていうのがあって、なのでパイロットの技術力めちゃくちゃ高いんですよ。特に日本。他の国の場合だと空軍上がりの軍隊上がりの人たちっていうのが結構いて、もともと飛行機そこまで大好きじゃないっていう人だけど仕事してやってますみたいな人がいるんですけど、日本でパイロットになる人って大抵運転めちゃくちゃ好きなんですよ。パイロットになるのって結構時間もお金もかかるんですよね。まずパイロットになるためにたまたまアナのパイロットコース入れましたみたいな人ならいいんですけど、そうじゃない場合ってログをつけて航空なんとか局にグライダーで何時間乗りましたとか、セスナで何時間乗りましたとかで何百時間かな、何千時間かなんか乗った記録があって、初めてその民間の人を乗せる飛行機の仕事ができるみたいなのがあったりするので、なので最初の初期投資めちゃくちゃお金がかかるんですよ。自腹でやんなきゃいけないので。で、そこら辺の金を払ってでも飛行機乗りてーっていう人なので、割と
技術も高いし、モチベーションが高いっていうのが日本のパイロットの特徴かなと思います。で、軍隊上がりのパイロットは着陸が雑なんですよね。森永さんと新兄さんの考えは拮抗してると存じますが、ひろきさんが今一度お伺いしたいです。森永さんはそのアメリカで一回リセッションがあって、世界中結構株価が下がって、いろいろ大変なことになるよねっていうのなんですけど、森永さんの言う規模まで行くかどうかわかんないですけど、僕でも前からそのアメリカ初で一回不景気になるよっていうのは、去年あたりから言ってて未だになってないんですけど、いつかタイミングでなるとは思ってるんですよ。ただその時に、じゃあどれぐらいで戻るかって話で、リーマンショックとかブラックマンデーとかアメリカっていろいろあったんですけど、でも結果として SP500 って30年とかの単位でいくと上がってるんですよ。で、森永さんって人生の単位が1年なんですよ。2年ぐらいで寿命が来るよねと思ってらっしゃるし、実際じゃあ、癌になってる状態で5年、10年生きられるかっていうと、やっぱり難しいよねっていうので、なので自分の人生を整理するという意味でもポジションを持たないっていうのを選ばれたんですけど、今じゃあ20代、30代の人だと、あと30年、40年生きるんですよ。30年っていう長期で見た場合に SP500 って、今のところは30年経つと必ず株価上がってるんですよ。戻るんですよ。なので、新ニーサっていうのは、儲かった時に税金を払わなくていい仕組みなので、もう何も考えずにニーサ入れっぱなしにして、で、引退する頃に多分3、40年経ってて、で、結果として入れっぱなしでも増えてるよねっていう形の方がいいんじゃないかなと思うので、30年、40年っていう単位で見るのか、5年、10年っていう単位で見るのかで話が違うんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。